안녕하세요. 안녕하세요. 네, 今日はですね、はい前スキンシップの話の中で질문이나 이런 게 있으면 좀 밑에다가 댓글로 달아주세요 라고 말씀을 드렸는데요. 구독자분들 중에 몇 분이 이 질문 내용을 좀 댓글로 달아주셔가지고 오늘은 댓글을 읽으면서 질문에 대해서 간단하게 답을 하는 시간을 갖고자 이렇게 영상을 쓰게 되었습니다. 자, 그러면은 많은 분들이 댓글을 달아주셨는데요. 일본 분이신데レイナーさんがとても綺麗でご夫婦の話が面白く見てます。ありがとうございます。結婚当初の慣れない地で義理の両親と同居されたと聞いてさぞましい大変だったと思います。どうやって乗り越えましたかっていう質問に対してですね、どうやって乗り越えたかって漢字を簡単に答えますと、私たちは結婚してすぐ同居が始まってるので、何も情報がないまま同居が始まりました。なので韓国のなんか本読んでるの一番大変だったのは韓国の文化が何があるのかもわからないのと、あとやっぱ言葉のコミュニケーションがその当初はもう聞き取ることもハングルも読めなかったので全く本当にだからわからない。言葉通じないのが一番大変だったんだよね。そうですね。だからそれをでやっぱ日中平日は純ちゃんもいないので誰に頼っていいかわからないのが大変だったです。だって乗り越えましたからそうですね。多分乗り越えられてない問題ばっかだと思うんですけど、その都度純ちゃんと話してどうしようかしようかっていうのを話し合っていったと思います。簡単に説明すると。はい。それと、両親には反対されませんでしたか、の質問に対しては、私はされました。私はされていません。それと付き合おうと思った時、結婚しようと思った時のお話が聞きたいです。これは、簡単ではありませんが、一応お互いにですね認識の違いもあると思うんですけど、やっぱりこの人がちょっとこの人と付き合いたいっていうきっかけ、私にとってはありますね。ドラマみたいにですね、久しぶりに会って帰る空港のバスでですね、急に飛び降りてですね、私にいきなりほっぺにチューして逃げるような、その瞬間にバスに乗りながらはーって乗ったんですけど、その時に付き合おうっていう逃げるって悪いことしたわけじゃない走って走り去った？そう走り去った時にキュンってなった付き合おうっていうのをちょっと自分の中で思ってたと思うんです。レイナさんは？私の場合は純ちゃんとは結構連絡取ったり取らなくなったりっていうのがすごい繰り返されて、その取らない時期も本当1週間2週間とかじゃなくて6ヶ月半年とか急に連絡がなくなる自然にフェードアウトみたいなのが繰り返されていたので、あんま付き合ったっていう感じはなくって、結婚するまでで会ったのも10回も会ってない、結婚するまで10回も会ってない、結構強調して言って10回も会ってないので、だから結婚しようって、それも結婚しようって言われたのも6ヶ月ぐらい連絡を取ってなかったのにいきなり電話来て結婚しよう、やっぱり俺には天使しかなかったっていう、で結婚しようって言われたことで、そこからちょっと結婚を意識して考えるようになりました。そういう流れですね。それもうちょっとあと近いあれでもこれ動画に出してると思う。足してんだけどね、ちょっと足りなかったかもしれない。
じゃあ次はですね、答えになったかは分かりませんが、足りなかったらですね、またコメント。はい、このなんか何？同居されてたうんこういろいろうんの話とか、うん同居の話とか、もうこっちの文化の話とかはもう結構いろいろあるので、いやーパンドラの箱を開けることかもしいやれない。全部開けれないんだけどなんかもういつも私これ結構しょっちゅう言ってるんだけど、こう友達とかにもね、はいなんか私のやっぱこう8年間住んでるので、もうたくさんいろんなはいことがもうネタって言ったらあれなのか、うんたくさんあるので、うんもうほんとそれは本23冊出したい。23冊を出版できるぐらいのなんか経験を多分してると思う。いいこと悪いこと、話す。なのでこれはもう本当にゆっくりうん話すんですけど、うんでも全部が話せる内容でもないので、そこはちょっとご理解いただければ。何そんななんかこう気になるような展開。はい、はい。次はですね、김대님께서 부끄러우면서도 행복해하는 일본어로恥ずかしながら幸せそうですね。いっぱいいっぱいしてください。質問。韓国で住もうって言われた時に、この結婚を悩んだりはしてませんでしたか？レギナーさん。ああ、はい。そうですね。悩みました。かなり悩みましたね。で、やはり私は先ほども言ったように、両親に反対されていたので、プラスで相当悩みましたね。で、この国際結婚するっていうこともあまり周りに言ってなかったので、結婚するまで言えてなかったので、本当ごく一部の友人だったり、一人で悩みの相談とかしてた？いや、ほぼしてないと思います。はい。じゃあこんな感じですね。はい。レイジボンス님께서子供に対する両国の教育観の差、親との関係においての差、文化的の違いが喧嘩に発展する場合、お互い褒めてあげたい相手の文化、男子と女子の役割に対する両国間の差、成功した人っていうことに対する両国間の認識の差など、いや確かにそういうのちょっと違うかもしれませんね。韓国で言われる成功と日本で言われる成功、っていうのを言うと面白くありませんか？面白いと思います。はい、いや、これはもうこれを今じゃないね。今言ってしまうとですね、この時間がですね、1時間以上かかってしまうと思うので、これだけで動画を撮った方がいい。いやいや、1個ずつちょっとネタにします。ありがとうございます。いや、本当に貴重なネタをいただいて感謝します。1個ずつですね。いや、これは絶対これはいい話してみたいね。文化的差で喧嘩に発展する場合と、お互いこう褒めてあげたいお互いの文化、これはちょっとぜひ言ってみたい。次、친절보스님、日本と韓国のお風呂文化とお住まいの文化の差が궁금해요。知りたいです。日本のお風呂の文化は、韓国は찜질방文化、週一とかですね。そうだから私が最初びっくりしたのは、お風呂入らないんだってこと。シャワーでなんかこうシャワーをします。終わりだから、それは最初すごい気になりましたね。なので我が家はこう浴槽がない時代あったでしょ。浴槽がない家に住んでシャワーしかない。ワンルームだと結構お風呂がないことが多いから。そうで、同居した時も浴槽がなかったんですけど、
お風呂を入れたいっていうことで私が子供をなのでお風呂を準備して入ってました。で日本ではやっぱりこうお風呂でこうお父さんとの時間、子供とお父さんお風呂に入りながら会話をしたりとか、そういうのでもお風呂入ったりするので、すごく重要な時間、私にとってはっていう考えがあって、なのでシャワーでこう簡単に済ませちゃうっていうのは最初は本当にびっくり、拒否感っていうよりびっくりしたのと、あとやっぱ赤が溜まっちゃうんじゃないかなって思いながら、こうお風呂に浸かって温まってこう日本では赤を出す。足さないでしょ。足しちゃダメでしょ。赤って自然に出るじゃん、お風呂に入ると。でもそれ全部こう、お風呂で、いや何お風呂でこうこすんないよ。だからなんかお風呂に浸かってるとこうだんだんこう赤が出やすくなるから、でそこでこう外に出てこう体が外で赤すりするの。赤すりっていうか普通にこう体をこう洗うじゃん、洗う時に赤出るでしょ。赤は出ないでしょ。出てるよ、出てる出てるから、それでこうさっぱりするっていうので、韓国だとほんと週1回とかに多分チムジル版に行ってチムジル版でこうやるだよね。金曜日の夜とか。でもコロナでなんか行けなくなったのにどうしてんの？いやだからみんなすごい早くチンジーバン行きたいっていう。だからそれでもシャワーはシャワーなんだ。シャワーしてて、多分家でちょっと家でこう赤すりすると行ったんじゃないかなって、まあそんな感じですね。毎日お風呂入る。毎日お風呂入るのがもう当たり前だった。あとびっくりしたのが、お風呂が温度が冷めるとまた戻せる。一定に保つことができる温度、ぬるくならない。だから韓国は入れたらなんかもうそのですね、ぬるくなっちゃうからすぐ、だからちょっと時間を経ってしまうと、また入れ直さないと。一応日本でもぬるくはなるんだけど、だからボイラーがついてんじゃん。そうですね。追い炊き。でなんか30度ぐらいになったらピッて押すと、なんかそれをそのままの水を回してまたこう温めて、42度とかですね。設定して温度を設定して、でしかも韓国また上がる。自分でこう水を入れて、溜まったかなってこう見に行くんですけど、日本ではこうピッて押せばね、ちゃんと準備してくれる。水の量までね。だからいやー便利だなって思ったんですけど、いやでもそれをなんか俺聞いたんだけど、順番で一つの水に家族全部入るから、やっぱこうシャワーはきちんとこうきれいにしてから入んないと、ちょっとね、いやそのままは入らないよ。水がちょっとね、お風呂に入る前にちゃんとこう流してから入るので、チンジーバンみたいに大風呂入る前にシャワーして入るような感じで入って、しかも聞いたのはそこでなんかこう溜まったまんまのなんか洗濯にも使う。節約でね。私はなんかやる人はやってます。それと、なんかいつもこう溜めてて、なんか災害が起きた時なんか断水とかにもなんか備えての役割もやるっていう使い方って聞いたんだけど、合ってるよ。韓国だと、韓国にも昔ですね、なんかもう淡水とかがある時にお風呂になんか水をちょっとですね入れといたり。浴槽がある。浴槽がもうあるじゃん、今もあるし、昔はもう結構家についてたんだけど、そのチンジーバンがなんか発展するようになって、どんどんなくなっていく。とお住まいの文化は何があるのかな。まずアパートが違う。アパートの名前は両方同じくアパートっていう名前を使うんですけど、韓国のアパートは日本のマンションみたいな感じで、日本のアパートは韓国のビラみたいな感じ、ちょっと2、3階建ての
させたいっていう感じで使っていて、あと木造の、建物が多い。日本は、こう揺れに強いからかな。そのぐらいの差があります。はい。次はレイそナさん。れかな、本当に聞きたかったの。レイナさんは格別の美人だから愛嬌まであるとみんなに、これ何の字嫉妬されると思う。嫉妬されると思います。うわなんかもうすごい、ここだと私がなんかこう別人で映ってるからなんかこんなこと普段言われないからなんかはい、はい。あとパパが素敵だなと思うとき聞きたいです。もうほいやまぼあ毎日じゃないですかね。こういうとこ以外素敵です。いやもうほぼないじゃん。ほぼないじゃん。何がほぼないじゃん。こういうこと言っちゃう、こういうことを言っちゃうところ以外全部素敵じゃん。そう。いつも言ってんじゃん。でもアピールしてんじゃん俺。でも本当にこうたくさんあるので、これもなんか一つっていうのはちょっと難しいかも。いやでも代表的なの一つ言ってください。素敵なところ。素敵なところ。聞きたい。いやだから父親としても旦那としても例えを言ってください。完璧です。例えを言って。どういう。だからそれを言うとたくさんありすぎるもん。また代表的なの一つ。いやしつこいよ。この質問このしはしつこいつこい。ところ以外完璧です。は？しつこいのは私でもあんま好きじゃない。さっきなんかアピールも意外ってうんされたんだけど。それ以外です。はい。はい、まあ、じゃあ、次の質問はですね。質問。はい。子供の教育問題に対してはどんな考えを持っているんですか？私の方針はですね、勉強が全てじゃないっていうことです。で、やっぱり人生で知識なんていうの最も基本として重要なことだと思うんですけど、やっぱり人柄じゃないかなっていうふうに思いますので、たくさんの人と触れ合う、そういう経験を積んであげたいっていうふうに思います。なので、これからもですね、できるだけいろんな国、いろんな人、いろんな経験を積んでいけばっていうふうに思います。スペックはあんまり望んでいません。レイナさんは？なんか私もでもほぼ本当に一緒、同じです。はい、同じで。最後の質問なんですけど、今回も楽しい動画でたくさん笑わせていただきました。お二人の異文化交流は完璧だと思います。わらわら。次回の質問ですね。お互いどこに魅力を感じたかでお願いします。魅力のところですね。妻にですね、魅力を感じるところはですね、普通結婚したらですね、結構ちょっとダラーンってなっちゃうタイプいるじゃん。おならとかギャップとかなんかそういう全部はこっちはやってんだけど、いまだにですねそういうなんかちゃんとしてなんかですね服装とか顔の化粧とかしてるところが魅力的でもあるし、すごいなってなんでしょう、尊敬、するところでもありますね。そこが魅力のところポイントだと思います。レイナさんは？私はもう簡単に言うと、常に向上心を持っているところが尊敬。向上心？常に何事にも家族のことに伝えてくださいよ。家族のことに対しても仕事に対しても常に目標を持ってというか、
向上心を持っているところが尊敬できるので、そこやっぱ尊敬できるはい、ところが多いのが魅力的だと思います。いやいやいや、これでまあ一応は答えになったかはいと思います。今日はですね、いろいろコメントに対して話してみる時間を作りました。ここまで。はい。はい、今日は안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 아?